ザガマフィン念仏者東の玉 with 山師山の大事な話。そう。でね、やっぱりね、まあ、これうん、は非常に素晴らしいものであるうん、ということはね、私自身そういうふうに感じて確信しているんですけど、うん、じゃあ、でもやっぱり、なかなか、こう、まあ、難しいところもあるじゃないですか。その、うん。他力というものとか、そうだね。そうだね。ね、その、凡夫という、そうん。の、なんか、自己認識というか、はいはいはい。ね、特に、まあ、やっぱり、あの、キリスト教を、このうん、バックグラウンドに持つうん、文化のうん、人たちっていうのは、うん、良い行いをし、やっぱりうん、良い人間になりなさいと。ね。うん、うん、まあ、うん、それはある意味ですごくシンプルに、そりゃそうだろうなと。うん、悪いことするな。いいうん、ことをしろ。ね。うん、それはそうですよ。うん、でも、このまあ、何万ダブの教えというものは、うん、まあ、そもそも、そういうね、良いことがうん、できない自分でしょと、ね、うん、いうところから、まあ、入っていくのでね、こう自分が、こう、良い人間になるというのは非常に明確な、この、進むべき方向性としてはさ、わかりやすいけど、自分は悪人なんだと、ね、うん、言われて、うん、それはやっぱり抵抗感がありますよね。うん、そんなことはないと。私はいい良き人間になるために常に努力してね、そうやって日々を送ってますという、まあ、風な受け止め方がやっぱりされると思うんですよね。うん、うん。だからまあ非常にまあなかなか難しいし、その他うん、力というね、まあ、法蔵菩薩が立てたうん、願いを、それをご自身が修行をされて成就、その修行を成就され、その修行の功徳をすべてこの南無阿弥陀仏というこの名号ですよね。これに全部詰めて、その名号を主上に渡す。そのうん、ことでその主上は仏になっていくという、まあそういううん、一連のさ、うん。そういう、まあ、世界観というのも、まあ、なかなかね、まあ、ああ、そうですかと言って、こう、信じられるものではないというまあ、ね、とそうでこすね。ろは、まあ、あるとですね。思うんですよ。ううん。ん。まあ、なんだろう。ごめんね、話の途まあ、ど中で。うぞどうぞ、はいはい。ううん。ん。いろいろあるけど、やっぱりね、善悪、うんうん。うん。俺は今、浄土真宗というものを、うん。話を聞いてるから、ああ、はい。すごいなあ、みたいなことはうんう当然思うんだけんど、うん。うん。まるっきりね、タマさんみたいに、うん。なんか疑いを持たずっていうよううんうんな立うん。場ではない。はいはいはい。から、そうですね。擁護するつもりではないんだけれども、やっぱうん。話聞いてて思うのが、そのうん。善悪だよね。うんうんうん。善悪。善悪って、もちろん、それこそ教義、経うん。典うんうにん。書かれていると思うのよ。はい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 。ことだと思うのね。うん。それをまずそのテキストにして、うん。そのを元にして、いろんな判断をしていうんうくことにんうんうん。なると思うんでね。こはいこにはいはい。こう書いてあるからこうだっていうね。うん。うん。うん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 ううんんうん。で、ただ、やっぱ解釈ってあるじゃない。はいはい。人ってどうしても。うんうん。そうすると、それをね、まあ分かりやすく言うと政治利用とか、うー例えばね、ん。〇〇教が国の教ね、国はいはい。教になって、はいはいはい。すると、そうん。の国の庇護を受けたことによって、まあ、うん。多く広まりましたと。うんうんうんうキリスん。ト教はそうだよね。ローマ帝そうですよね。は国とい。結びついたから、ローマうん。帝国がまさに帝国だったから、はい。一気にブワーって広がっうんうんていくっていうね。うんうんうん。で、ただ、それによってどうしても、要するに国がパトロンだから、言いうんう方悪いけど、ん。うんうんうん。そうすると、そこに左右されちゃう。うんうんうんね、これうん。うん。もキリスト教批判ってわけじゃないんだけど、うんうんもう分かりうん。やすいのが十字軍だよね。はいはいはい。ね、
ね、まあちょっとあの行為がいい悪いっていう評価判断をしたいわけじゃなくて、やっぱりその善悪っていうものが何かによって揺れるっていうことっていうのは、もう歴史上もう何度も繰り返されてるし、それはキリスト教だけじゃないし、多分イスラム教もそうだし、多分仏教だってそうだと思うんだよね。そうですね。それがない宗教というのはもうないでしょう、歴史上。だからこそ善悪っていうものがユニバーサルじゃないじゃん、まさに。本当はね。その状況によって善悪ってやっぱり変わっちゃうからね。例えばなんかただの生活をしていたけれども、そのさっきみたいに大きなね、国の判断でとかそういうことじゃなくて、一個人が今まで良いと思っていたことが実は悪かったみたいな。例えば A さんが困ってるから助けようと思ってて助けてて、それはいいことだからやろうとしたんだけれども、なんかそれが A さんのプレッシャーになっていた。みたいなことっていうのってあるじゃない。あるよね。だからやっぱり人間って、まあ、凡夫っていう言葉を俺がうまく使えてるのかわかんないんだけど、まあ、要は簡単に言うと完璧じゃないよね。そうです。はい。だから、悪人って言っちゃうと、ね、それこそアウトレイジじゃないけど、このね、何か泥棒をするとか、人を殺めるみたいな、だけじゃなくて、思ってもいないことが悪だったみたいなことか。要するに、まあ、完璧じゃないよね。俺たちぐらいの意味での悪人だと思うんだよね。そっちの方が、人間の性に合ってるかなとは思う。そういう意味で、そういう意味で、その個別性を超えた、一つのね、考え方になり得るなとは思いますね。そういうことですよね。だからその世俗現世利益っていうところを超えたっていうところって結局個別性だよね。A の民族には、ある傾向だけど B の民族にはないとか、ね、あるエリアではある傾向があるけど、違うエリアではないっていうものっていうのはまさにその民族宗教っていうか、地域宗教だと思うから、個別性を超えてるとは思いますね、今の普遍的なところですよね。やっぱり人間である以上、深く受け止めていけば、誰でもがやっぱりそういう思いに至るであろう、人間としてのまあね、普遍性というところですかね。そうですね。それはねあると思いますよ。本当に。で、山下さんが今言われたように善悪をどう捉えるのかっていうのは非常にこれはまああらゆる宗教でまあ大事なことですよね。でまあ私はねキリスト教とかイスラム教とか他の宗教のことはちょっとわからないんですけど、まあ少なくとも仏教ではね明確にやっぱりこの罪悪というものはまあ重悪とも言われますけどね、まあやっぱり生き物の命を奪う、これはもうどういう理由があろうとこれは罪悪ですとやっぱり言われてるんですよね。例えばね、だからさっきね山下さん言われたように自分は無意識かもしれないけど、でもそれが実は悪だったというようなことっていうのはねもうすごくあると思うんですよね。まあすごく分かりやすい話で言ったら我々はさご飯をさ毎日いただくじゃない。でもそれというのはまあその食べ物になってくれたあらゆる命でしょ。ねえ、とんかつ食べたらそりゃ豚さんの命をねいただいて、ステーキだったら牛ですよね。フライドチキンだったらまあ鳥、そうやっていろんなあらゆる命を我々はまあ奪うことでね自分の命をまあ長らえる保つということですよ。だからそれは仏教的に言えばそれはやっぱり罪悪ですよと言われてるんですよね。そんなんだってじゃあ食わな
食わなくてじゃあどうするんだと、もう死ねっていうんかってね、そういう話にまあ受け止める人もまあいるのかもしれないけど、でもやっぱりこう仏法では真理が説かれているというまあこと、それをまあベースにそのように受け止めたら、確かに罪悪と言われたらそれはそうですよね。だって自分が逆の立場だったらどうですかって考えたら非常に分かりやすいよね。ただ人間に食べられるためだけにさ、まあそういうまあ豚だったらね、養豚場とかでまあ生まれ、で早い段階からもうお母さんから引き離されてさ、でもなんか餌はもらえるなとね、で人間がこうお世話もしてくれるし、なんか糞とか掃除とかしてくれて、でまた餌もらえるとね、なんかそれでちょっとこう信頼というかさ、この人は別に自分に危害を加えるようなことをしないし、ちゃんと毎日餌も運んでくれるしっていうので、まあ安心感みたいなのが出てくると思うんですけど、でもまあそういうふうに思ってて、ある日突然どっかにこう連れて行かれてさ、で知らないうちに自分はこうもういきなり殺されると、そして肉になるというようなまあ運命なわけじゃないですか。でそれはなんでそういうことになるのかといったら、それは人間という種族がそれを食べるためにね、その食べるための肉になるためにっていうことでね、それがじゃあ逆の立場だったらもうそれを受け入れられますかっていうことですよ。まあそうだね。でそれは罪悪じゃないんですかと、ね、そういうところがやっぱり非常にねまあ考えさせられていきますよね、仏法を聞いていくと。宗教的バックグラウンドっていうのはまあ国によって違いますし、そのキリスト教はそのまあ少し聞いた話ですけど、まああらゆるまあその動物というのはまあ、人間のために作られたと。で人間というのはまあその最も神に近い姿で作られた。だからやっぱりこうヒエラルキーみたいなさ、そういうのがまあなんとなくこうもう自分の考え方のデフォルトとしてある。別に動物は人間に食べられるためにまあ存在しているんだから、それを食べて何が悪いんだと。それがもう当たり前だって思ってる人たちに、いや動物の命もね、それを奪うことは罪悪なんですよっていう話をしても、なかなかねそこのギャップというか、ね、そのやっぱり善悪の判断基準というのはなかなかねそんな「ああそうか」と聞いてじゃあすぐこうコロコロなんか切り替わるようなものではないのでね、非常にこうやっぱりね難しいところはあると思うんですけど、でやっぱりねその話少し戻しますけど、そのじゃあこの念仏によってね人間が救われていくというのは、これはまあ非常にユニバーサルなもので、世界にどんどんこう届けていくべき教えだということだけど、まあ非常に難しいよねというところで、じゃあどうしたらいいんだろうというね、まあ問題に直面するわけですよ。でね、そうでそこでねやっぱりねその久保幸雲先生のねアプローチはねすごいなと僕は思うのが、できるだけね分かりやすく簡単な言葉でそれを伝えていくっていうことですよね。もう外国の人にね浄土真宗のさこの他力の教えをやっぱりこう理解して、でそしてそれを本当に受け取ってもらおうと思ったら、もうやっぱり難しい話をねもうしてもやっぱりねちょっとねやっぱ分からないと思うんですよ。その浄土真宗非常にこう深いね世界なので、例えばさまあいろんなありますよね。気の人心とか法の人心とか、なんかそういうまあいろんなこの用語とかね考え方とか悪人正気とかもまあそうですけど、で今日本ではさこのまあ浄土真宗界隈でまあいろんな人とかいろんな教団とかね、まあ
あの人が言ってることは間違ってるとか、この教団の教義理解はおかしいとか、要するに全部そういうのを総称して、慰安人とね、異なる、安心と書いて安人と読むんですけど、慰安人というふうなことでね、あいつは慰安人だとか、で、いや、そうやって言われた人が、お前の方こそ慰安人だとか、なんかそういうことばっかりね、なんかやってる感じもあるんですよ。特に YouTube とかね、ブログとか、私もよく見てますけど、自分がね、浄土真宗の教えを聞いてるので、そういう浄土真宗系の YouTube とか、ブログとかね、見たり読んだりしますけどね。なんか本当にそういうことでさ、何か慰安人だという、そういうお互いをこう断ずる、批判するみたいな、そういうのがね非常に多くて。それってそのお坊さん、ごめんね話の途中で、そのお坊さんが別のお坊さんを、たちを YouTube で、なんか言い合ってるみたいな批判するとかね、そういうのありますね、ありますよ。とか、お坊さんじゃないけどやっぱりそういう例えば浄土真宗だったら有名なところでね、親鸞会っていうそういう組織があるんですけど、やっぱりこの親鸞会の教えはどうだとかね、それは教義理解がおかしいとか、ね、で誰々先生はこう言ってるけど、それに対していろんな人がさらにこう批判するとか、そういうので非常に議論してるんですけど、別にいいのよ、そうやって活発に議論し合うことはいいんですけど、なんかねやっぱり僕はそういうのを見るとね、そういうことじゃないんじゃないかなと僕は思ってて、要するにこの南蛮ダブの教えをねいただいて、このある意味でこう仏と出会ったということなんですよね。これは明後の姿でこのシャバ世界に現れた仏と出会って、そして自分もずっとこのもう永遠に流転輪廻を繰り返してきた命だけど、この根性を最後に自分もその阿弥陀様と同じ仏にならせていただくんやということを本当に受け取った人が、お前の考え方とかお前の受け止め方はおかしいとか、なんかそういうことばっかりになんか終始してるっていうのはね、ちょっとね、なんでそうなっちゃうんかなって僕はね非常になんか違和感みたいなのをねやっぱり感じますし、なんかその本質からどんどん遠くなっちゃうよね。かなと思う。そうですね。なんかその今の議論はいいんだけどっていうところでさ、結局その宗教だけじゃないとは思うんだけど、なんかこう一つのこう到達点みたいな目指すべきあるじゃない。このすごくその政治の世界でもそうだと思うんだけど、その最終的な抽象的なテーマみたいなものがあって、これをどこまで近づくのかとかいうことでの議論っていうのは、どれだけ激しいものになっても、それはもういいことかなと思うんだけど、相手が違うってことは僕が正しいっていうことじゃん。裏返すと。そういうことですよ。結局そういうことだよね。正しさ、間違いっていうことだから。で、その議論の先に本質が見えないかもねとは思う。もう俺は今聞いた話ねだけだからちょっとはっきり言えないけど、印象としてはそういう印象を持ちましたね。そうですね。今山下さんがね言ってくれたように、相手を批判するということは自分がいただいた受け止めが正しいとやっぱり思ってるということじゃないですか。でも浄土真宗ので説かれてる世界観というのは、自分ほどこんな間違っているものはないと、こんな物事をまっすぐ正しく認識するようなことなんか絶対にできない自分だから間違いだらけの自分っていうものを知らされていく世界で、そういうものを見捨てずに救うと言われてる教えですからね。凡夫というね、自分は凡夫であるというやっぱりその凡夫感ね、凡夫感というのはそういう
自分自身への自己認識ですよね。うん。でそういう教えを聞かせてもらってる人が自分の言ってる受け止めが正しくて、お前の受け止め方は間違いだとね、そうやって断ずるというようなことが、その構図自体がなんか合ってないんだよね。やっぱりその浄土真宗で説かれてるその教えの世界観とうん。ね。だからそういうのは今のね、日本では結構そういうことうん。がすごく、まあなんていうか、まあ変な意味で盛り上がってる、そういうことで盛り上がってるうん。うん。のが現状ありますよね。うん。でもね、やっぱりね、うん。その久保幸雲先生のやっぱり歩みをね、直にこう私は見せてもらってるので、もうそんなことには全く目もくれないですよね。どこの教団はこういう教えでどうだ、それが正しいか合ってるかとか、そんなことにはもう一切もう、なんというかもう首を突っ込まないというか、河野先生は本当に自分がやるべきことが何かっていうのはもうなんかちゃんと分かってて、で、それに向かって信念を持ってこう進んでいかれてる。まあ要するに視野がね、世界を見てるんですよ。本当に。うん。だからそこはもう全くやっぱり違うなと思いますよね。うん。本当にその、まあ、日本の中だけで、しかもそのもうなんかもう競技のもう本当に細かいことで、まあその四十八願って48個の願をね、願いを法蔵菩薩は立てられたと。で浄土真宗ではその18願というのが一番大事だとね言われるんだけど、でそのああ。18願に入る前にやっぱり19願と20願を通って18願に入るんだという、まあそういうね三願転入っていうようなそういうコンセプトとかね、いろいろもうややこしいのまあたくさんあるんです。でなるほど、なるほど。それが是か非かとかね、絶対に三願転入というプロセスを経ないと信心逆得できないとか、なんかもうねそういう、じゃあそうじゃないとかまあそういうのでね、もういろいろね細かいんですよ、とにかく。うん。でそれの大事なことではあるとは思うんですけど、でもさ、じゃあそれをねこう世界宗教ね、さっき話してた世界宗教としてこれ世界にこの持っていくときに、うん。やっぱり世界に持っていく時にはその宗教で説かれてることの一番そのコアの部分をちゃんと抽出して、でそれをシンプルに伝えていくという、そういう能力ですよねがやっぱり求められるし、うん。そういうことにこう挑戦してる人っていうのはまあ非常に稀じゃないかなと思うよね。幸雲先生はまあその一人だと思いますけど、間違いなく。うん。うん。ちょっと、タマさんが言ってることと違うかもしれないけうど、ん。じゃあまあ、ある土地に行きました。うん。で、そこにはこんな人たちがいます。うん。じゃあ、その人たちの特性とうん。か、うん。その土着の文化みたいなもうん。のを踏まえて、うん。じゃあ、うん。こういう切り口で言えば伝わるかもうん。うん。しれないとかね。うん。うん。あるいは、なんだろうな、本当にね、難しいこと言ってもね、わかんないだろうかそうでら、すね。それをすごうん。くなんかこう、一言で言うとパッみうん。うん。たいなさ、うん。なんかそういう工夫っていうのは、うん。うん。その世界宗教だけじゃなくて、例えば企業がさ、うん。うん。どっかでさ、うん。工場を建てるみたいなはいはい時とかも、はいはい。多分似たようなことうん。が起きるとうん。う思うのよ。ん。うん。うん。なんかローカライズっていうかね。はいはいうん。はいはい。うだからん。本質はずらさないんだけうん。ど、うん。表現方法はうん。うね、ん。それぞれみたいな。そうだよね。ううん。なんかそこは大事だろう大ね。事だと思いますよ。本当にうん。ね。うん。うん。そういうやっぱりまあ工夫、アイデア、ね。うん。そしてやっぱりね、その土地その土地のまあ人々っていうのはその土地でさ、うん。自分たちとは全然違うん。ったね、やっぱうん。りまあ習慣、うん。文化、そういうものうん。の中で生きてるわけだかうん。ら、コーン先生が大事にされてるのは、うん。やっぱりその人たちの中に自分がこう入っていってさ、うん。まあ深くその人たうん。ちのうん。まあ言葉に耳を傾けて、まあどこまでもこうやっぱり寄り添っていくということですよね。うん。うん。一人の人間と一人の人間として向き合って、
で例えばねこうう旦那さんを亡くされた方がいたとしたら「あん。あそうですか」とね「旦那さん亡くされたんですね」ってそれですごく悲しい気持ちをずっと抱いておられる方がいたね。そういう一人一人の状況ですよね。その人が今置かれている状況とか今どういう気持ちを抱えながら生きているのかとか本当にそれをね一人一人にやっぱり寄り添うことで教えを伝えていくということをね実践されてて、それはやっぱりコーン先生も言われてたんだけどこの人って自分の話を聞いてもらったら嬉しいじゃないですか。ね、シンプルにね。シンプルに人に話を聞いてもらいたいってねよく相談にちょっと相談したいことあるんだけどってね言ってじゃあ会おうかって、飲みながら話聞くよみたいなのよくあるけどこれは別に本当に相談して何か具体的なアドバイスをもらって、何か解決策を見出したいっていう場合もあるかもしれないけど、大抵の場合は、要するに誰かに話を聞いてほしいっていうことだよね。こうなんていうかこう出したいっていうことなんだよね、思いを。でそれをやっぱり聞いてもらえたということで信頼関係がね少しずつこうやっぱりできていく。で自分の話をこうやって聞いてしっかりと受け止めてくれた人が何か次にその人が話すとなるとその人の話もじゃあ聞いてみようかなというふうにやっぱりなるじゃんそのお互いに信頼関係、ラポールというかね、だからそういうのをねやっぱり非常に大事にされていますね。だ僕自身もそれは普通の人間の別にその仏法をこの広めるとかいうだけじゃなく日常の家庭職場とかいろんなとこでの人と人とのコミュニケーションで僕自身すごくそれは大事にしていることですね。特効薬があるわけじゃないじゃないですか。じゃあ世界宗教になるぞつって、なんかすごい特効薬があるわけじゃないっていうか、むしろそういう方法でやることって、多分ものすごい副作用を後で生むようなやり方だろうし、だから、やっぱり回り道かもしれないけれども、まず現地の人の話を聞くみたいなのが王道であり、回り道のようで近道なのかもしれないですね。そうですよね。今の話を聞いてたらね。そうそうそう。でそれでね本当にやっぱりコーン先生のねブラジルでねやっぱりこう残された実績といったらあれだけどすごいなと思うのはね我々のこのね阿弥陀サンガのメンバーでもあるんですけど、中里秀樹さんというねこれは日系4世の方、ブラジル人の、日系人のブラジル人の方なんですけど秀樹さん、私の法友ですね。仏法を通したそういうね深いつながり、法友というのは法律の方。そう仏法の方に友と書いて、法の友だよね。だからこの同じサンガに所属している人たちはみんな私の法友とね、言えますよね。でそのね中里秀樹さんという方とかねブラジルの地でねこの何万ダブのねこの念仏のこの神事ねこれを本当に喜ぶ人がねこう出てきたんですよブラジルで。これはねもう本当にね我々浄土真宗こうね喜んでるものからしたらすごいことやなと思うんですよね。一人でもそういうブラジルでそういう本当にご信心を喜ばれる人が出てきたということ、そしてコーン先生、その人といろんなね、また布教の計画をブラジルで、立てて今一緒にまた布教活動されているということでさ大勢の人を前にバーッと喋ってで大勢の人がわーっとねこうやってそれを受け止めるっていう風にはやっぱりならないですよなかなかね。だから本当に一人一人と深く寄り添って、話をしていってそしてやっぱりそういういろんなものをこう出していただいてでそこにやっぱりその心のねなんかに仏法がこう入ってくる隙間をちょっと作っていくというかさそういうことをすごくやっぱり大事にされてるよね。
う本当に。ーん。か。なんだろう。やっぱり、浄土真宗が、世界的にうん。そんなに信徒がいない感じなのいないかな。と思いますよ。はああ、い。まあそううん、だよね。なんかうん。そういうイメージはあるよね。そうですね。ちょっとはい。申し訳ないけど。うん、うん、うん。うん、なんかそういう意味で、だからこそ今ブラジルでうん。うん、そういう人が増えてるってうん、いうのがうん。すごいってことだよね。すごい、すごいよ。そうん。れは世界的に見たら、まあうん。仏教というのはね、まあ世界宗教の一つであり、うん。いろんなもう世うん。界中で仏教を信うん。仰されて、個人的に信仰されている人もいるし、まあうん。国自体がもう仏教の国だというのもうん。あるけどさ、でもその仏教というのも、まあ最初お釈迦様はね、そのインドで、そこから始まって、で、ずーっとこう、そのね、バーっとこう中国とかさ、に渡ってきて、で、中国から日本に入ってきたわけでしょ、今の日本の仏教というのは。うん。ね。でも今、この仏教というのはやっぱりどこがすごくこう、まあ、盛んかと言ったら、もうインドにはもうほとんど仏教ってもう残ってないね。うん。ヒンズーうん。ヒンド教ゥー、とイスラうん、ムイスラム教がやっぱね。りうん。マジョリティで、仏教徒って本当に少ないですよね。中国というのは、その昔はね、やっぱりその七高僧と言われる、まあ、こはいはい。の浄土のね、教えを、説いてくれた、この中の、ね、その七高僧の中にも中国のね、お坊さんって、おられたんだけど、やっぱり中国も、その仏教というのは非常にこう衰退してますよね、今はうん。ね。うん。うん。そうだようん。ね。まあ国のそう。形態もあるだろうあるし、し、うんううん。まあ、ん。宗教はもうね、そんなもの必うん。要ないとうん。いう うん。う国ん。うん。のリーダーが結構そういう、うん。まあね、方向性をやっぱり示してきたというのもあるし、だからそういう意味では、まあ、そうやって伝わっていって、まあ何かこう仏教というのは、こう日本で非常にこう花開いたよね。仏教文うん。化とかその仏教の解釈というのも、うん。すごくその深まったよね。うん。う他ん。力の教えとかそういうのも非常に日本でこう花開いたんだけど、うん。それはでも発生したインドから遠く離れた日本で今こんだけ仏うん。教が盛んで、まあ今はそんなね、仏教離れなんて宗教離れなんて言われてるけど、まあ広いスパンで例えばね何百年というスパンで見たら非常にこう親鸞上人とかね法然上人とかね鎌倉の頃にバーッといろんなこの仏教のエネルギーが、まあ、日本という国でこう爆発したわけじゃないですか。うん。ね、だったらそれが今度はじゃあブラジルでね、本当にその仏教というのはブラジルで今すごく盛んになるっていうような現象が起こってもおかしくはないよね。なるほどね。なうるほどね。ん、うん。う土地ん。にはやっぱり関係ないしそれうん。こそユニバーサルな教えなわけだからうん。それをちゃんと伝えてそれを受け止める人が、いてさでそれをまあ数がバーッとこう増えていったらさねそこはある意味でムーブメントだよねそれは一つの。そしたらねブラジルで本当のご信心はねブラジルにあるというかさそういうような時代が来るかもしれないってねコーン先生も言われてて。ううん、まあすん。ごい視野だなと僕は思っうん。てね、うん。そのようにうん。こう世界規模でやっぱり捉えそうだね。て、うん、時間軸もちょっと違うね。そうです、そうです。今の話聞くとね。うん、うん。そうなんですよ。うーん。そう。だからね、まあ、まあ、ちょっとまとめにね、入っていきたいと思うんですけど、まあ今日はね、このナンマンダブね、念仏の教えで人間が救われていくという、こういうね、教えとうん。いうのはね、世界宗教になり得るのかという話で、まあ世界宗教、じゃあ世界宗教って何なんだっていうその条件に、本当にこの念仏の教え当てはまるのかっていうところから見ていくと、まあ当てはまってますよねと。で、そしてそれをどうやってこう世界に、まあ、伝えていくのか。で、今の日本の、まあ、新宗会の現状とかありながらも、その私の恩師の、久保幸雲先生は世界に目を向けて、この素晴らしい念仏の教えを、まあ、世界に広げていこうという活動をね、まあ、されていて、私自身も、私、東野玉もそれに非常に共感し、うん。賛同し、うん。うん。だからまあ、これからのね、やっぱりこのラガマフィン念仏者として、ね、はい。私はまあまあ、喜んでいる
はい。まあ人間ですね。私はお坊さんじゃないので、まあ一般のね、一般人ですよね。まあ、このお念仏を喜んでるものとして、どうやって自分がこう世界にね、自分自身もこれを世界に伝えていくのか、そういう視点で、これからは、本当に考えていって、自分自身の活動の、やっぱり軸も日本だけじゃなく、まあ今はね、幸いこうアメリカにいるという、そういう環境もありますし、自分に何ができるのかなっていう、まあ、示唆をね、与えていただいてますよ、やっぱり。うん。一つね、最近ちょっと考えてるのは、まあ、はい。私がいろいろね、ちょっと、ノートに、まあ、いろいろエッセイとか書いてるじゃないですか、仏教に関する。うん。で、あれを、まあ、英語にね、訳して、で英語に訳してというのは、まあ、チャット GPT ですよね。チャット GPT で今、訳してもらうと、もうかなり精度が高い、英語に、まあ、訳してくれると。いうので、それでね、まあいろんな、まあアメリカとか、まあこの英語をベースにしたそのノートのようなブログの、まあ、プラットフォームがあるんですけど、まあそういうのに、まあ自分の書いたものをね、ちょっとずつ投稿していったりとか、それこそね、YouTube でも何か、まあ別のチャンネルとかサブチャンネルになるのかもしれないですけど、まあこの何万ダブの、教えをこの英語で、簡単な英語ですよ、それはね。本当に、簡単にシンプルに伝えていくというようなことも、まあなんかできたらなっていうふうに、まあ、いいと思います。考えてます。はい。そういうのをね、まあ素晴らしいものだというものは根底にありますから、やっぱりそれを日本だけに留めておくのもったいないですし、で、日本の中でああいうね、慰安人論争とかそういうものにとらわれているのも、それはそれでもったいないことだし、やっぱりこう世界に目を向けてさ、いいものを伝えていこうと。そういうお話でしたね、今日はね。はい。ありがとうございました。はい。ね。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。東野玉でした。山下でした。何万だーぶ何万だーぶ何万だーぶ